どうも皆さんこんにちは。今日はちょっと前の話にはなるんですけど、9月のヨーロッパ旅行に持って行ったカメラと周辺機材について話そうと思います。今から紹介する機材で製品リンクがあるものは概要欄に書いておきます。飛行機に乗るとき、カメラ類は基本的には機内持ち込みのスーツケースの中に入れるようにしています。今回はこのスーツケースの片側全面カメラと周辺機器でいっぱいになってました。ちなみに三脚もトラベルサイズのものを持って行ったんですけど、トラベルサイズとはいえ幅は取るので、これは預ける方のスーツケースに入れました。行く前から三脚を使う機会はほぼないだろうなとはちょっと思ってたんですけど、これは軽くて三脚の中ではコンパクトな方なので念のため入れておいたっていう感じです。で、カメラ機材の方です。この中にクッションケースを入れて、その中にカメラとかレンズを入れました。このインナーケースはこのカメラバックパックの付属品としてついてきたインナーケースです。これが結構使えるインナーケースで、まず撥水生地っていうのと、あとこの付属のベルトをつければ現地でクッションバッグとしても使えるっていうものです。私は現地でこれをカメラバッグとして持ち歩くっていうことはないんですけど、ちょうどねこのスーツケースの厚みとサイズがぴったり合うっていうのと、あと蓋を閉めることができるので使い勝手がいいです。もちろんこの製品にも間仕切りついてくるんですけど、私カメラケースの中は明るい色の方が中身が見やすくて好きなんですよ。というわけでここにもう一つ違うインナーケースを入れました。これも違うバックパックの付属品です。でね、ここにカメラとか入れていきます。まず今回のメインカメラ、富士フィルム XT3 です。あとレンズはこの間の動画でも紹介した XF16mm、80mm です。運搬するときはボディとレンズ接続せずに別々に入れた方が安全だなとは思うんですけど、いつもね大丈夫だろうと思ってつい接続したまま入れちゃいます。今回はこのレンズ1本だけ持ってきました。で、カメラには L 型クイックリリースプレートをつけてあります。私の三脚どれもアルカスイスタイプなので、これの出番多いです。これつけておくと三脚に乗せるときに縦にも横にもささっと付け替えることができるので便利です。あとこれ皆さん知ってると思うんですけど、ピークデザインのアンカーリンクスつけてあります。これ使うとカメラストラップの脱着が簡単にできます。ストラップも同じくピークデザインの長さ調節できるストラップです。バッグに入れるときはストラップは外しておくとすっきり収納できるので、運搬するときは丸めて違うところに入れておきます。で、カメラ電池は別の小さいポーチにまとめて入れておきます。それから充電器、これは純正ではなくて電池2個をいっぺんに充電できる USB 式の互換品です。私カメラ始めたばっかりの頃に、その頃使ってたカメラの純正の充電器をトルコで使ったら1日目に充電器が壊れたっていう経験があるので、海外には純正の充電器はなるべく持っていかないようにしています。いつもねこんな感じで2個を同時に充電できる互換品を持っていきます。で、次小さいカメラ LX100M2 です。これも脱着できるリストストラップ用にさっきのアンカーリンクスみたいなのをつけてあるんですけど、これはピークデザインのものではなくて Amazon で売ってた類似品です。これ今気がついたんですけど、手首のサイズにキュッと締められるアジャスターついてたんですけど、どっか行っちゃったみたいです。あとライカ Q2 です。これはね別のクッションケースに入れて別の持ち込み荷物に入れてました。私このタイプのクッションケースよく使ってて、サイズ違いで3個持ってます。これが大きいサイズで α7-3 とズームレンズでもいけるタイプ、これが XT3 で使えるタイプです。レンズが長い時はこれ使えないですけど、ポケットがあるのでここに予備電池を入れてます。カメラバックパックとかカメラショルダーバッグを使うまでもないなっていう日とか、あとカメラ1個だけ持ち歩くっていう場合はこれにカメラを入れて普通のカバンにポンと入れるっていうことが多いです。で、次動画も撮ろうと思ってたのでソニー ZV-1 と自撮りもできるミニ三脚 ZV-1 はこのブラケットをずっとつけっぱなしにしてあります。これね三脚つけたまま電池の入れ替えもできるし、マイクもつけられるし、カメラの保護にもなるし便利です。あとこの自撮り棒にもなるミニ三脚、これどっちを持っていくか迷ったんですけど、今回はね長さが出るこっちにしました。あとこれにつなげるマイクも持っていきました。このマイクはモノラル、ステレオどっちも取れるタイプで電池もいらないので便利です。で、次 GoPro です。今ここにつけてあるんですけど、このマグネット式脱着アクセサリー、
付属品のこのネックレスタイプのプレートを首にかけておけばマグネットで脱着できます。このストラップは長さ調節もできるので位置調整も簡単です。これね、今回の旅行用に買ったんですけど、めちゃめちゃ使い勝手が良くて気に入りました。ただね、ちょっとね、このストラップの柄が目障りですよね。無地にしてほしかったです。このストラップだけ取り替えたくても取り替えられない構造になってるのでね、ちょっとそこだけ残念です。今まではバックパックのショルダーベルトに固定できるタイプのものを使ってたんですけど、それだとつけたり外したりがめんどくさかったんですよ。それがこれだと一瞬で脱着できるってことで、自分で写真を撮っているところを撮りたいっていう方はこのマグネット式アクセサリーおすすめです。で、次フィルターです。これ普段からよく使ってるんですけど、 H&Y のレボリングっていう可変 ND と CPL フィルターが合体しているものです。これめちゃめちゃ便利なんですよ。最初は動画を撮る目的でこれ買ったんですけど、結局動画だけじゃなくて写真撮る時もよく使ってます。以前他の動画でももう少し詳しく紹介したんですけど、見てない方もいると思うのでここでもざっと紹介しておきます。まずこれ一つでレンズの直径 67mm から 82mm まで対応していて経済的です。本当だったらレンズの直径ごとにフィルターを買い揃えなければならないとか、ステップアップリングを使わなきゃいけないとか、ちょっとねめんどくさいんですけど、これはこれ一つで 67mm から 82mm に対応しているのでいろんなレンズに使えます。それから脱着がワンタッチ、可変 ND だし CPL だし、ほんとねオールインワンって感じのフィルターです。あとお手入れも簡単で、指紋とかついちゃってもねクロスでさっと拭くだけですぐに綺麗になります。動画撮るときはもちろん、今回の旅ではこれをつけて日中のスローシャッターとかで遊んでみたりしてたので常に持ち歩いて使ってました。 CPL も内蔵なのでこれをつけて撮ると快晴の青空の空がしっかり青く濃く出るっていうのもいいです。一つ難点を挙げると、スペック的には ND1000 までとはなってるんですけど、1000まで回しちゃうとねだいぶ色ムラが発生するので ND1000 は実際にはほぼ使い物にならないです。で、これとは別にもう一つフィルターセット、これも同じく H&Y の製品なんですけど、これもまた便利なフィルターです。フィルター系が 49mm でライカ Q2 にも使えるし、あとアタッチメントが付属してくるので、そのアタッチメントを ZV-1 につけると ZV-1 でも使えます。何が特徴かというとマグネット脱着。このマグネットリングをレンズにつけておけば UV フィルター、CPL フィルター、ND64、この3つのフィルターをワンタッチで脱着できます。フィルターって脱着がめんどくさいから使いたくないっていう方多いと思うんですけど、先に紹介したレボリングといい、このマグネット式といい、脱着がワンタッチなので積極的にフィルター使いたくなります。それから充電器、ここら辺はさっき言った通りでどれも互換品です。電池2個を一度に充電できるタイプのものです。ただ Q2 の互換充電器だけ売ってないので Q2 だけは純正品持っていきました。それからブロワーです。これは私が前に動画で紹介した VSGO のブロワーです。旅に持っていくのであれば付属品の短いノズルに付け替えればいいんですけど、ちょっとね付け替えもめんどくさかったので長いノズルのまま持っていきました。それからレンズとかを拭くクロス、これお世話になっているパーギアさんでおまけで付けてくれるクロスなんですけど、これねサイズが大きくて使いやすいのでこればっかり使ってます。あとモバイル電池です。これね結構大容量の電池です。 GoPro の電池って結構ね消耗早いじゃないですか。電池交換もいちいちめんどくさいので、電池が半分ぐらいに減ってきたらこれに接続したまま撮ってます。旅先で一日中出歩く場合はスマホの充電に使ったり、あと XT3 の USB 互換充電器を持ち歩いてこれで充電したりもできるし、旅先では欠かせないアイテムです。あと海外電圧対応のタコ足電源コードと USB アダプター4口のものを2個。今はねホテルの部屋にも USB 差し込み口あるところ多いですけど、今ご覧いただいたようにね充電するものが多すぎてホテルにある口数では全然足りないです。
カメラの電池とかね、寝てる間に一気に全部充電したいので、充電用にこういうのを持っていきます。あと今回ストロボとコマンダー持っていきました。ゴドックスの V1 と X2T です。これ屋外スナップ撮影で使うっていうんじゃなくて、室内で使いたいなと思って持っていきました。いつも旅行した時に宿泊ホテルの室内で記念撮影的なものを撮りたいなと思うんですけど、日中は外出歩いててそんなの撮ってる暇ないし、夜ホテルに帰ってきて撮ろうかなと思うと、海外のホテルの部屋って異様に照明暗いことが多いじゃないですか。そんな時にね、これで天井バウンスとかして撮ろうかなと思って持っていきました。天井バウンスっていうことでね、コマンダーいらないかとも思ったんですけど、このコマンダー軽いし小さいし念のために持っていきました。今回持っていったカメラ関連機材は以上だと思うんですけど、もしかしたらねちょっと小さいものを言い忘れてるかもしれないです。現地で朝から晩まで写真を撮り歩いている時は常にカメラは首にぶら下げているので、今回特にカメラバッグっていうのをね持っていかなかったです。ということで今日は以上です。また次回会いましょう。さよなら。